ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。久しぶりに歴史を発信していきたいと思います。歴史の発信をこちら伏見からですね、年内最後になるかもしれません。年末ですね、春日大社奈良のですよ。で、ちょっと、敵屋のバイト行ってくる予定です。とにかく、本日はクリスマスから正月でですね、クリスマス終わりました。で、そうしたらすぐ、正月自宅へ入っていくということですね。京都は特にそれが、著しいです。で、クリスマスというのはどういうことかということを考えてみたいと思います。クリスマスはイエス・キリストの誕生日であってですね、それを祝うものだと言われておりますが、嘘です。聖書には、旧約聖書、新約聖書を見てもですね、全くそういう記述はありません。一部あるのはですね、イエス・キリストが誕生した時に、東方の三博士が、羊飼いと共にやってきたというような記述が見られます。これ、冬に羊などを連れてきません。ということで、9月ぐらいでないのかというのが、本当の説でないかと思います。サンタクロースやですね、それに乗ってとの赤いと一緒にジングルベル歌いますわね。それとクリスマスツリーですが、そんなもので、イエス・キリストがおったところはエルサレムですよ。それの北のナザレのベツレヘムで生まれてですね、ガリラヤ湖のもう行ったことありますから、そんなものはありません。で、アシュケナですよ、偽物のユダヤの方にですね、エルサレムに雪降れへんやろ言うたら、雪降る言うたんですけど、確かに山なんですね。エルサレム、テルアビブでは絶対雪なんか降りません。地中海性気候ですからね。無地中海の端ですから。ということでですね、クリスマスというのは、作られたものであるということをよく理解してですね、考えなければいけません。いろいろ問題があった、マリコージ海岸の外人寮ので、親しくなったノルウェーのお姉さんにも言うたりましたですけどね。イエス・キリストの聖書のどこに書いてると思うんや言うたら、と言うてましたですね。プロテスタントや言うてましたが、あんなもんバチカンの作ったですね、裏のディープステートの策略です。それを一つ頭に入れてですね、全部洗脳されているんだということをよく考えておかなきゃいけません。これが本当の説かどうかわかりませんが、バベルの塔を作ってですね、言葉をバラバラにされたというんですね、ニフロデの誕生日じゃないかという説があります。で、これはハム族じゃないかと。白人種が、黄色人種と黒色人種がいますわね。黒人の方のがハムです。ノアから分かれてですね。ヤフェとセム、ハムですね。で、我々日本人が大和民族いうのはセム族です。これも一つ言うとかない。イエス・キリストの顔はレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたですね、最後のばあさんのあんな顔してません。白人じゃありませんから。レオナルド・ダ・ヴィンチは、あれはフリーメイソンです。嘘をついてるんです。ということを頭に入れとかなきゃいけません。ニフローデの誕生日じゃないかと。で、ニフローデというのはハム族であってですね、ハム族の、ハムですね。セム、ハム、ヤフェテの、ハムのですね、奥さんがですね、ネフィリム、要するに地中海生命体のネフィリムの血が入っていたと。これは、聖書に書かれております。読んでください。で、それでですね、そのハムから出たニフロデというのがですね、神に逆らったと。で、創造主ですよ。ヤハウェが怒ってですね、
言葉をバラバラにしたという記述があります。でですね、これに入るにしたらね、ユダヤ人やいうロスチャールドはこの流れは思います。ですから、ルシーファーのようなですね、背徳の天使のような考えでですね、今のディープステートやってることですね、この例のこの言うたらあかんらしいんですけど、こっちの従者の問題とかですね、太平洋戦争に日本も真珠湾攻撃させられたのも、こいつらの策略でロックフェラーのついでですね、彼らはユダヤとか、ロックフェラーのユダヤって言ってませんよ。ロスチャルダーユダヤ言うてるのはですね、これ嘘です。ネフィリムの流れだということを押さえておかないと、真実を知らないと、今のやってる、起こってることがわからないということですね。これでですね、ジューシュクリスマスというのがあります。今、その真っ只中があります。12月25日から1月2日までの9日間はですね、ユダヤの本当のユダヤの民族ですよ。スフェロディ系です。もちろん日本の大和民族もユダヤに入るんでね、よくそれ考えてください。それが嘘やと思われる方は、ユダヤの血が薄いが入ってないということです。それは大和民族ではありません。日本人であることは日本人でしょう。大和民族じゃないということです。天皇家の関わりがないということですね。で、9日間、ユダヤはハヌーカーという、お祭りがあります。こちらですね。よいしょ。これテロアベルで買うてきたんですが、9つの、この食材ですね。がある、この祭りなんですね。なんでかと言いましたらですね、これマカバイ戦争というらしいんですが、ビフォークライスです。紀元前168年から、紀元前141年まで続いたと。紀元前586年にですね、バベロンの保守にあってですね、70年後戻ってきます。50年から70年からですね、もう戻ってきます。戻ってきた後はローマが力を持ってきますんで、安らぐことはなかったということですね。ソロモン神殿からヘロド神殿に変わっております。イエス・キリストの神殿というのはヘロド神殿だということです。ヘロドは真のユダヤじゃないということですね。で、この際にですね、食材に1日分の油がしかなかったそうです。それで、神に祈ったらですね、あと8日分火が灯るようになったと。それで9つあるということですね。これが9の食材がハヌキヤというものです。これはどこの種族にとってもできます。で、7つがありますわね。7つのやつをメノーラーと言います。これが日本の家紋なんかになってる、火事のもんです。火事のもん。これは祭司一族ですね。レビ氏が持ってません。それを一つ押さえておかなきゃいけませんね。それで、磯野上神社なんかに、で、国宝と言われてます、刀が7つに分かれてる七支と、これはレビの流れだということで、これユダヤ流れです。何も意味分からないでしょということですね。ユダヤの日本大使だったですね。公変大使がですね、これ見て驚いたそうです。レビです。で今の天皇家もレビだということですね。それとイザベルズ部落に脅されている方も同じ種族です。レビです。ということですね。抑えておかなければいけないということで、何回も申してますように、危機を読もうと思えば、ある程度の聖書の知識がなかったら理解できません。ということですね。で特にこの正月に入っていきます。これを我々は年越しと言いますよね。年越しに、年賀状なんかでは迎春と書きます。冬真っ只中じゃないですか。なんで迎春なんですか？これ要するに、この年越しをとですね、
ユダヤで最も重要な祭りというのは杉越の祭りです。出エジプトですね。モーゼがですね、奴隷にされてたユダヤ民族をですね、連れ帰ると、要するに十回石板が出てくる話です。その時にですね、エジプトの牛を皆殺しにすると。そしてユダヤの家にはですね、羊の頬を振ってですね、要するに殺してですよ、食べるように殺してですね、その血を門に塗りなさいと。赤くですね。そうしたらそこを過ぎ越していきます。パスオーバーです。ヘブライの言葉でペサハと言います。これを思い起こさせるように、要するに、ヤタガラスが作ったのがですね、これ年越しのシステムです。で、迎春でやってですね、年越しであるということですね。で、おとそって飲みますわね。お酒のことを特別、年始のおとそと言いますよね。これを抱負って蘇るって書いて、これイエス・キリストを表してます。で、静かに過ごしなさいと。今はもう、コンビニが24時間空いてますから、そんな関係ないんですが、昔はですね、皆お休み、店舗お休みになりますからですね、静かに過ごしてですね、その時に紅白歌合戦なんかを見るというのが、これが習慣やったわけです。で、下着もですね、全部新しいにしてですね、お袋が置いてくれたのをよく覚えております。で、というのはですね、要するに、エジプトからですね、こう、出ていくんだと。それについて身支度をきちっとしなさいということですよね。これ、聖書に全部書かれております。すぐに出ていけるように、食事をとりなさいとかですね、というのが書かれております。どうも一つ言いましたらですね、餅を食べます。で、この時も、ペサハですね、パスオーバーの時、ユダヤの民族はですね、これ、ユダヤの、だいたいユダヤ歴ですから、その年によって変わりますけれども、月の動きによって変わるんでね、4月ぐらいです。その時に、イースト菌の入ってないパンを食べます。それは、その苦しかった出エジプトのことを思い出しましょうということなんですが、これをマツァと言います。ユダヤですね。これが日本の餅であるということです。餅であるということ。それとですね、7日経って七草がゆを食べますわね。これも聖書にはっきり記述されております。その苦しかった時に食べた苦菜を食べなさいと。で、ユダヤの兄弟たちに聞いたら、うまないけど食べられなあかんねんって言って、ユダヤの姉さんの方が言ってましたね。それはもう全く同じ文化ですからね。これが分からないというのは問題があるということなんですね。日本民族であるのは認めますけど、大和民族じゃないということです。そういうことですね。で、飾り餅も3段するで、2段餅で上にみかん乗せますわね。これ3段です。ですから、蚕の社のですね、目柱取りいうのはそこから来ているわけです。父と子と精霊の3つですね。3つが前。これが奥義だということです。日本神話、危機で出てくる雨の皆か主、高め結び、神結びですね。で、神結びから出たのは天皇家であるということです。雨の皆か主というのは精霊ですからね。精霊術が一番トップですから、これはもう姿形を持たない、真ん中の人と。で、それを受け継いだ父と子ですね。イエス・キリストの流れという考えというのが天皇家であるということですね。今日すべてそうです。泡のことが分かれへんかったら、で、その泡というのはユダから流れ着いた穴市のあたりにクスノキのあたりに流れ着いた、
ユダヤの一族が、皇室に入ってできていったのが大和民族であってですね、日本の皇室の流れであるということが分からなかったらですね、全く、日本の真の歴史は分からないと思います。本日はバタバタと語りましたが、ここまでにさせていただきます。良いお年をお迎えください。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。